2026年、アメリカ政府が UFO/UAP の機密ファイル161件を一度に公開した。報告したのは国防総省、FBI、NASA、そして国務省。記録は1947年の空飛ぶ円盤から2020年代の最新映像までおよそ80年に及ぶ。これはその161件すべてを年代順にたどる地図だ。公開したのは機密解除プロジェクトパーシューが2026年5月8日に行った最初の一括公開リリース01だ。内訳は国防総省が82件、FBI が57件、NASA が15件、そして国務省が7件。形式で見ると、文書が119件、映像が28本、写真が14枚ある。部隊はアメリカ本土から月、中東、太平洋まで世界各地に広がる。ここからは、黎明期、冷戦期、そして現代の3つの時代に分けて辿っていく。一つ目の時代、黎明期。1947年6月24日、ワシントン州レーニア山の上空を、9機の物体が鎖のように連なって飛んだ。目撃したパイロットの証言が、空飛ぶ円盤という言葉が広まるきっかけになった。その2週間後、1947年7月8日、カリフォルニア州のムーロック空軍航空基地では、将校や兵士、民間秘書を含む10名以上が、銀色の円盤や卵型の物体をそれぞれ別に目撃している。陸軍が残した文書には、未確認飛行物体チェックリストをつけた233件もの事件要約が含まれる。そして FBI も、この時期から空飛ぶ円盤に関する中心的な捜査ファイルの蓄積を始めていた。二つ目の時代、冷戦期。1964年4月24日、ニューメキシコ州ソコロの郊外で、警察官ローニー・ザモラが白く光る卵型の物体と白いつなぎ服を着た2人の人物を目撃した。物体の側面には赤い印象があり、青と橙の炎を吹いて上昇し、丘を越えて消えた。記録は宇宙にも及び、NASA のアポロやジェミニの飛行士たちが報告や更新に残した観測もこの公開に含まれている。国務省の外交ケーブルには、パプアニューギニアやカブンズなど、海外で報告された事案も並ぶ。ここからが現代。まず中東。公開された映像の多くは米軍が中東で記録したものだ。ペルシャ湾やアラビア湾、シリア、イラクの上空で、赤外線センサーが、球体や長さが交互に変わる8本腕の星に似たコントラスト領域を捉えている。記録は、この十数年の間に赤外線センサーが捉えたものだ。AARO ベイゼン領域異常解決局は、これらの正体について結論を出していない。次に太平洋。2023年から2024年にかけて、米軍は日本の近海や東シナ海でも UAP の映像を記録した。東シナ海では、フットボールのような形の物体が、日本近海では3つの光点が隊形を組んで飛ぶ様子が捉えられている。AARO は、これらの正体について結論を出していない。そして、アメリカ本土。米南部や北米の上空でも、米軍のセンサーが正体不明の対象を記録している。2023年には FBI が複数の目撃証言をもとに金属のような物体の合成スケッチを公開した。その物体は閃光の中から現れ、一瞬で消えたと複数の証言に記されている。AARO はこの事案についても結論を出していない。161件を時代を超えて並べてみる。現れる形は時代とともに変わってきた。1947年の円盤、1964年の卵型、そして2020年代の球体へと、呼び名は移り変わる。報告した機関も、陸軍、FBI、NASA、国務省、そして現在の国防総省へと、80年の間に広がっていった。それでも共通する構造がある。対象が観測され、記録され長く機密とされ、そして今、公式に公開されたという流れだ。ではこれらの記録は何を意味するのか。AARO はその多くについて観測された内容を記述するだけで、それが何であったかという結論は出していない。宇宙人だとも、見間違いだとも断定していない。公式に記録されながら、評価が結論に至らないまま機密解除された。それが、
161件の今の到達点だ。本動画で取り上げた161件は、機密解除プロジェクトパーシューが2026年5月8日にリリース01として公開した公式記録だ。原版書と映像は、すべて war.gov/UFO で閲覧できる。個別の事件は概要欄と関連動画で1件ずつ詳しく取り上げている。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。